おい、なんかちょっと当たったぞ。では続いての曲。この曲はチャート入りしてロングヒットを続けています。女子高生の間ではカラオケでよく歌う曲なんだって。それではドライ今週の第3位、松ブいい崎直な白いよ。ともちゃんは留守番だよ。でもさ、あれから2週間経つけど何にも起こんないね。13日か。ちょっと待って。何なのよ、まったく。なんでもない。じゃあまた明日ね。頑張れよ。はい。帰ったの？ママ？ママ？すいません。陽一くん一人で待ってますよ。これいつもの。どうも。陽一。パパイエーイ。浅川さん、はい。次からは必ず8時までに迎えに来てください。はい。ごめんな。ちょっと仕事が伸びちゃったんだ。平気だよ。お家帰ったらうまいもん作ってやるからな。今日のメニューは？ハンバーグ。イエスサー。明日の朝のパン買ってくる。僕も行く。お菓子は買わないぞ。やいる。はい来い。危ないな。おい。よし、ここにいろ。おい、どうした？おい、どうした？おい！おい、しっかりしろ！おい、誰か救急車！
おい大丈夫か。おい救急車に抜かれてますか。はい。ちゃんと拭かなきゃ風邪ひくだろう。パパ痛いよ。パパじゃないよ、お父さん、お父さん。パパパどうしたゆうち。そっか。今日嫌なもん見ちゃったからな。うん。大丈夫だぞ。何にも怖いことなんかないぞ。お父さんついてるからな。安心しろ。私は超常現象と言われているものを次の3つに分類しています。錯覚、トリック、科学で説明できるもの。ユリ・ゲラーのスプーン曲げはこの中に入ります。人玉はプラズマで説明できますから、この科学で説明できるものに当たります。超常現象は存在しないという金田先生、高山さんのご意見は？金田先生の意見は傲慢な人間の思い上がりに過ぎないと思います。科学で解き明かされないことはまだ現実にたくさん存在する。金田先生が示された超常現象の分類は幼稚であり浅はかです。何だと？事実、呪いというものは存在する。ある種の宗教ではシャーマンが人を呪い殺したということが何例も記録されています。なんだ、何を言い出すかと思えばそんなことが。ババしい。私もあなたを呪い殺すことができます。私がこの場であなたは3日後に死ぬと呪いをかければ、その通りあなたは3日後に死ぬことになる。何を言い出すんだ君は。呪いをかけられるのは怖いですか？ちょっと高山さん、物騒な。面白い。そこまで言うならやってもらおうじゃないか。あ？私が3日目以降生きていれば君は間違っていると証明できるわけだ。結果は3日後に分かります。突然とんでもない方向に話が展開してしまいましたが、高山さんには相当死に悪いよな。視予聴告は本当に率一番か。実現されるのでしょうか？バイバイ。先輩、おい吉野。忙しそうですね。そう見えるようじゃお前もまだまだだな。俺は今昼飯何しようか考えてたとこだ。新しい特集の企画思いついたんです。先に先輩に聞いてもらおうと思って。驚かないでください。お前の企画で驚いてるようじゃうちも終わりだろ。じゃーん。なんだこれ。アイドル歌手の松崎直です。今女子高生たちの間で変な噂が飛んでるんです。この松崎直が呪われてるって。呪われてる？ええ、噂のパターンはいろいろなんですけど、最近では彼女の歌を聴くと死ぬっていうところまでエスカレートしてるらしくて。おいおい、その子の歌聞いて死ぬっつうんじゃもう今頃何万人も死んでるはずだろう。実際死んだ人間いるのか？さあ、それは。だろう？ボツ。甘いですね先輩。大切なのはそういうことじゃないんです。噂が本当かどうかじゃなくて、その噂がどこで生まれてどういうふうに広まっていったかってこと。
ほら昔口先女の噂とかあって、それがどこで生まれたかってみんな興味あったじゃないですか。そういうことを探っていくうちに現代が見えてくる。高山隆二っていう今売り出し中の学者に監修をお願いしようかと。高山隆二。おお、昨日いい加減な長寿番組に出たやつか。先輩も見てたんですか。よし。私もひろきちゃんに行きます。どうしよう、待ってください。お前まさかこんなインチキ本気にしてんじゃないだろうな。そんなやつに頼まなくたってな、俺には大体このおさん出所なんてのは分かるけどな。まあ十中八九その子の事務所が話題作りでやったことだろう。そうかな。そんなもんって、こんなことにエネルギー使ってる暇があったらな、もっと現実に取材しなきゃいけないこととか訴えなきゃいけないこととかあるんじゃないか。まあ俺はお前の上司でもないからこんなことに口出しする筋はないけど。先輩、本当は社会部戻りたいんじゃないですか。いや別に。どうしてそんな風にごまかすんですか。奥さん亡くして陽一君の面倒見なくちゃいけないのは分かりますけど、先輩このままじゃもったいないですよ。余計なお世話だ。もしもですよ、先輩がどうしてもって土下座して頼むんだったら、私陽一君のお母さん代わりになってあげてもいいですよ。陽一は俺が責任を持って育てる。あいつなら俺がなれなかったものになれる。何ですかそれ。俺もいろいろあるんだろ。宇宙飛行士とかプロ野球選手とか、できればその両方とか。先輩、電話ですよ。はい、浅川です。お兄さん。え。姉さん。和之君。兄さん。びっくりしましたよ。智子ちゃんまだ18でしょ。心臓もいいですって。それがね、ちょっとさっきまで刑事が来ていたんだよ。遺体は行政解剖されることになった。どっか不審な点でも。心臓が弱かったわけじゃなし、第一あの若さだ。それにね、死んだ時の状況がどうも変だった。おいた表情で頭をこうかきむしるようにして、指の間には抜けた髪の毛がごっそり残ってた。まさか薬かなんか。警察ではその疑いもあると言ってる。娘なんてあの年頃になるとどこで何をやってるかわからんもんだよ。2週間前にもね、女の子同士八ヶ岳に泊まりに行くって出かけて行ったんだ。女房のやつ本当は誰と行ったか分かったもんじゃないなんて言ってたんだよ。本気で心配してたんだ。そんな矢先こんなことになって、それでショックを受けてるんだよ。まさか。
もしもし、吉野です。お前社会部に何でも言うこと聞く便利な後輩がいるって言ってたよな。川村くんですか？これで全部。川村くん、何も隠してないわね。はい。それでですね、吉野さん、映画のチケットが2枚手に入ったんですけど、今度ぜひ。ありがとう。一応もらってくわ。確かにそれ変な事件ですね。死んだのは能見武彦20歳、東進予備校生と辻陽子17歳、富士女学院2年の2人です。河原に止めた車の中で死んでいたそうです。心中か。最初は社会部でもそう思ったらしいんです。でもこれ下着を下ろしたまま心中するカップルなんていますか？それに心中だったらこうお互い寄り添うようにして死ぬのが普通でしょ。ところが死んだ2人はまるで必死に外へ逃げ出すみたいに離れて死んでいたんです。解剖はしたのか。心臓麻痺。2人同時にか。でしょ。変なんですよ。でも検視の結果が心臓麻痺だったんで警察もこれ以上動きようがないみたいです。薬やってたとか。その痕跡はなし。これ死亡推定時刻は出たのか。はい、とても正確に。発見された時死んでいた男の腕時計が止まっていたらしいんです。多分死ぬ間際暴れて壊れたんじゃないかって話ですけど。時刻は昨夜の8時55分。バイクの若者の方はどの新聞にも出てません。所轄で名前だけは岩田修。先輩、何か特段で掴んだんですか？実はゆうべ同じような事件が2件あった。どちらも突然の心臓麻痺だ。嘘。一人はこの岩田というバイクの男、一人は死んだ女房の姪だ。もしもし。高山です。あと2日ご気分はいかがですか？こんなところまで電話してどういうつもりだ？いい加減悪ふざけやめたまえ。テーブルの右側にソファーがある。あなたはそこに座っている。テーブルの上には封を切ってまだ間もないウイスキー。どこかで見てるのかね？外を見ても無駄です。私はそこから遠く離れた自分の家にいるんですから。遠隔投資、先生もご存知でしょう。遠くのものや風景を離れたところから投資する力です。私には今あなたの姿が手に取るように見える。なんだと？高野舞という女性を知っていますか？ああ、私のゼミに確かそんな学生がいたな。あなたは彼女をよく知っているはずだ。それがどうした？あなたのおかげで彼女は今傷つき精神を病んでいます。もう二度と昔のような幸せな姿に戻ることはないでしょう。そんなこと君と何の関係がある？舞。4人の接点か。どっかにあるはずなんだけどな。はい。あ、和之君。岩田修一？智子の友達。さあ、知らんな。あるいは能見武彦、辻陽子、この名前聞いたことありませんか？
それが今度の事件に関係あるのか？いや、そこまではちょっとまだわからないんですけど、ちょっと気になることがあって。女房に聞いてみる。ちょっと待っててくれ。はい。3人とも聞いたことがないそうだ。あ、それから解剖の結果が出たよ。ただの心臓麻痺だそうだ。心配してた薬の反応もなかったし。女房、やっと落ち着きを取り戻してきたんだよ。俺も智子のことはもう。お久しぶり。突然訪ねてくるなんて、どういう風の吹き回し？ちょっと意見を聞きたいことがあって。同じ日の同じ時間に全く離れた場所で4人の人間が死んだ。死因はいずれも心臓麻痺。4人ともそれまでは健康に何の問題もなかった。同時に薬を飲んだ。何月何日何時何分、みんな一緒にある薬を飲もうと約束していた。薬物の痕跡はなかったそうだ。とすると、新種のウイルス、エイズみたいな今までになかった伝染病とか。ウイルスならたとえ同時に感染したとしても死に至るまで個人差があるわ。全く同じ時刻に死ぬなんてな、考えらんないわね。ああ、そういうことか。やっと昔の記者魂ってのが戻ってきたってわけね。そういうことじゃないんだ。ただこのままにしといたらただの偶然として片付けられてしまう。その中の一人は静香の姪なんだ。分かったわ。とにかく調べてみる。何とかして行政解剖の結果を取り寄せてみるね。ありがとう。え？宮下先生、研究室にお戻りください。なんだろう。第一病理学のじゃあ俺はこれで。まだいいじゃない。お戻りください。ゆうちくん元気？うん。静香が亡くなってもう3年か。あいつが死んだ時、親仕事でそばにいてやれなかった。陽一には寂しい思いさせたくなくて生理部に移って今は良かったと思ってるよ。この細胞は遺伝子が導入されてるね。導入されたのは胃がんの遺伝子ですよね。あ、先生。あ、失礼。お客さんだったか。あ、宮下君悪い。はい。後で私の部屋に来てくれないか。あ、わかりました。上司の長尾教授よ。今度学長選挙に出るの。あの方が学長になってくれたら病理学教室にもう少し予算が出るわ。宮下さん。はい。ちょっとこれ。マウスを使って遺伝子の組み換え実験をやっているの。人類とがん細胞との最前線の戦いってわけ。動きが悪いんですけどね。じゃあ食事中のタンパク質もう少し増やしましょうか。
ゆういち。ともこお姉ちゃんいなくなっちゃったの？お姉ちゃんはね、遠い遠いところに行っちゃったんだよ。遠いところ？もうお姉ちゃんここにはいないんだよ。お姉ちゃんは？高山です。いよいよあと1日。私に恨みがあるなら警察に訴えるなりなんなり正々堂々とやったらどうだ？誤解しないでください。これは純粋な科学的な実験です。呪いが存在するのかしないのか。それがバカらしいと言ってんだ。これは最終確認の電話です。呪いの力は本物です。解除することは私にしかできない。ただし明日になればもう遅い。どうなさいました？意外だな。あなたでも迷いますか？迷ってなどいない。呪いなどこの世の中に存在するもんか。あなたは生き延びる最後のチャンスを失った。明日あなたは呪いの力によって殺される。あなたの目の前に巨大な光が現れる。光の背後から女が復讐に訪れる。不意に闇があなたを襲う。あなたの目は二度と開かれることはない。先輩、もう終わりですか、仕事？おう、今日は反論だ。何か分かりました？あ、それレインボーリゾートクラブじゃないですか。知ってんのか？入るの大変なんですよ、ここ。入会金とか高いし、審査も厳しいんです。全国のリゾートホテルや別荘が使えるんです。智子ちゃんの部屋にあったんだ。家族には聞いてみたが、誰も野々山なんて知らないそうだ。まあなんかの手がかりと思って預かってきたんだがな。ちょっと待ってください。もしかしたらそれすごい手がかりかもしれませんよ。だってですよ、この野々山という人にとってこの会員証はすごく大切なもののはずでしょ。人に返したんならすぐに返せって連絡が来るはずです。それなのになぜ未だに連絡がないか。それもそう。そうか。野々山は智子ちゃんにこれを直接貸したんじゃなくて誰か別の人間に貸した。そいつが智子ちゃんにまた貸しをしたんだ。野々山は当然最初に貸した人間に願書を返してほしいと連絡する。けれども彼にはそれができなかった。なぜなら最初に貸した人間がもうこの世にはいないから。死んだ3人の家族に当たってみましょう。野々山という人が連絡があったかもしれない。ここは私に任せてください。私が掴んだネタですから。おい、野々山祐樹君、そうだけど。これ君だよね。あ、それ高校の後輩に貸したんだけど帰ってこなくて困ってたんだよ。何しろそいつバイクで死んじゃったから。それ岩田修一君よね。そうだけど。こういうの人に貸しちゃまずいんじゃないの？バレたら資格取り消しなの知ってるよね。みんなやってることですよ。みんなやってるからこうやって摘発に歩いてんの。そんな。岩田君、これ何に使うか言ってなかった？確かナンパした女子高生と一緒に八ヶ岳の別荘に行くって言ってました。
そうそう、もう一組同じ予備校のやつらも一緒だって。その子たちの名前は？知らねえよ。知らない？ああ、なんで？関係ないしさ。どうもありがとう。これ返す。もう少しなんですから先輩。もういいんだ、分かったよ。岩田修一がナンパした女子高生ってのは智子ちゃんだ。智子ちゃんな、2週間ほど前女友達と一緒に八ヶ岳に行ったそうだ。おそらくもう一組は能見武彦と辻陽子。ということは2週間前4人は八ヶ岳で一度に会していた。そこで何かあったのかもしれない。もしもし、金田先生ですか？チャンネル2の細野です。ああ、実はこの前の番組が大反響を呼んでまして、今晩特別に放送枠が確保できたんです。それで呪いの起源である今晩12時に先生のご様子を全国生で流せないかと思いまして、いかがでしょうか？先生、聞いてらっしゃいます？面白い。は？面白い。ぜひやってくれ。あいつはいつも私のそばにいて行動を監視してる。だがスタッフが私を取り囲んでいたら、あいつは面白い。これは本当に面白い。佃君、はい、金田教授 OK。 はい。あとは高山さんね。なあ吉野。はい。お前陽一の母親になってもいいって言ってたよな。何ですか突然。陽一はお前に懐いてるし、うまくやってけそうな気がするんだ。そんな大事な話こんな時にしなくても。嫌か？嫌じゃないですけど。よし決めた、そうしよう。今夜暇だよな。ええ。イエイ。今日は早いんですね。できたで。いつもどうも。行こう。ゆうきくん、さよなら。バイバイ。陽一くん、こんにちは。こんにちは。うい。なあ陽一、お父さんな、今日まだ仕事続きがあるんだ。今晩はこのお姉ちゃんがそばにいてくれるからいいだろ。うん、いいよ。今日のメニューは麻婆豆腐。材料は冷蔵庫の中だ。どういうことですか？今晩だけ陽一の面倒を見てほしいんだ。俺は八ヶ岳に行ってみる。私も行きます。ダメだ。どうしてですか？いいか。あそこに泊まった4人の人間が2週間後に変な死に方してんだぞ。お前をそんな危険な目に遭わせるわけにはいかない。そんな。部屋の鍵はポストの下にある。明日の朝までには戻る。部屋を指定したいんですけど。
いいですよ。今日ほとんど空いてますからね。以前ここに来た知り合いから勧められた部屋があるんですよ。2週間ぐらい前に野々山って名前で泊まってると思うんですけど。野々山さん。2週間前。ありましたね。B4 号棟に泊まってますね。4名様。そこお願いします。死の2週間前、4人はこの部屋に泊まった。一体ここで何があったのか。もしかしたらここで俺にも何かが起こるかもしれない。子供っぽいと思われるかもしれないが、万が一の時のために俺は全てを記録しておくつもりだった。ここで4人は何をした？どうだ、お姉ちゃんの作った麻婆豆腐美味しかったか？そうか、お土産か。分かった。はい、おいち、ちゃんと留守番してんだぞ。うん。旅の思い出。うちのうさぎちゃん。これはうさぎじゃないな。とうとう見ちゃった。今のところみんな異常なし。勇気のある人は試してみて。8時55分。見るってなんだ？ビデオか。ビデオ？はい。野々山君たちがレンタルしなかったかと思いまして。2週間前ですよね。いや、記録にはないですね。あ、忘れ物ならありましたよ。ビデオテープのですか？ええ、部屋を掃除した時転がってたんで取っといたんですけど、ああ、確かね。ああ、これだこれだ。それお借りしてよろしいですか？お、いいですよ。念のため私も見てみたんですけどね、大して面白いもん入ってませんでしたよ。お借りします。アイドル歌手の松崎直です。彼女の歌を聴くと死ぬっていう噂もあって。
悲しいよな。歌聴いて死ぬなんてことあるもんかって。もしもし。もしもし。すいません。すいません。では現場からお願いします。すいません。羽田教授のご自宅に来ています。今日が終わるまであと5分を切りました。果たして呪いはこの世に本当に存在するのでしょうか。今晩はその瞬間を全国の皆さんと一緒に見守っていきたいと思います。金田先生、現在のご気分はいかがでしょうか。実にその通りです。呪いなどあるわけがない。すいません。私はこの通りピンピンしてますよ。それでは管理人さん。管理人さん。管理人さん。念のため私も見てみたんですけどね、